GT プラス流インプレッション、気になる車にロックオン。やってきました。やってきました。今回は最新のコンパクトカーを大特集。実用的なコンパクトカーはラインナップがひしめく激戦のカテゴリー。かわいい。動物みたいじゃないですか。そこで気になる最新モデルをピックアップ。新型となった日産ノートとホンダフィットを一気乗り。皆さんが想像してるより走るから。これがコンパクトカーの最前線です。200万円で買える車の内装じゃないっす。質感が全然すごくすごい。そしてついに話題のコンパクトスポーツトヨタ GR ヤリスが登場。ぶん回したくなる車ですね。なんかね、まずは走りを追求した GR ヤリスにロックオン。ついに来ましたね。これやっぱめちゃくちゃいいって聞きますし、そうで、この GR ヤリスは WRC を見据えて開発された車なんですよ。なるほど。モータースポーツに近い車が登場するっていうのはやっぱり嬉しいですよね。いや、これめちゃくちゃ嬉しいし、やっぱ早く乗りたいですね。世界12カ国の一般公道を舞台に戦う過酷なモータースポーツ世界ラリー選手権。 GR ヤリスはこのラリーに勝つためのベース車両として開発された。そのため GR ヤリスと標準のヤリスはコンセプトが全く異なっている。今回は GR ヤリスの主軸であるハイパフォーマンスな RZ とエントリーグレードの RS を用意。モータースポーツの技術が惜しみなく注がれた GR ヤリス、その実力に迫る。 GR ヤリスの RZ をインプレッションしていただきます。まず見た目いかがですか？僕は好きですよ。でプラットフォームも、ボディも標準のヤリスとは別物で、この RZ に関してはエンジンまで新開発してるっていうね。これ面白いと思うんです。ヤリスなんだけど、ちょっと違う。ちょっと別物です。深いな、ヤリスの世界も。深いですよね。なかなか。フロントマスクは大きく開いたグリルが特徴。外気を効率よく取り入れることで冷却性能が高められている。さらにルーフはカーボン製にすることで軽量化。あと思ったのが、確か標準のヤリスは5ドアですけど、こちらは3ドアですよね。その辺ってどうなんですか？やっぱ3ドアにすることによって、その空力だとか、そのボディのデザインとか結構いろいろと変えられるんで、例えばここにドアがあったら、こういうフェンダーの取り出しとかねできないじゃないですか。なるほど。そうとかね、ルーフのこの辺の形状とかも3ドアにすることによってこういうボディデザインがね。大きく張り出したフェンダーは空力性能を高めるため、ルーフラインはテールゲートに向かって低くなっている。やっぱ競技を見据えて非常に開発されてると。そうですね。あとはそのリアもこうちょっとワイドトレッドで、ちょっとお尻がね。そう、このトレッドが広い方がこう走ってる時に車安定するんですよ。例えばですけど、お相撲さんがこう四股をね踏むような感じで、こう足腰しっかりするでしょ。しっかり。ドシッと。ドシッとこういう感覚なんですね。感覚が。標準より広く設計されたトレッドはなんとスポーツカーの86より広い。ちなみにこの GR ヤリスはガソリン車のみの設定なんですよ。近年電気自動車がどんどん増える中で、やっぱりこういったものも僕は嬉しいですよね。嬉しい。この 1.6 リッター直列3気筒ターボはラリー競技での乗用域を分析し新設計された勝つためのエンジン。6速マニュアルギアと組み合わされ272馬力を発生。4輪を駆動する。まずは横溝のドライブで走行インプレッションスタート。あ、早いな。第一声が早いな。トルクがあるというか。
それが太いですか？ぐんぐん引っ張ってくれる感じが、はああなるほどね。なんかこうラリーで走りたくなるようないはいはいは足の動きとこのステアリングに伝わってくるステアリングフィールい。があ路面をあ、はタイヤがしっかりこう掴んでるとかっていう感じが、い。しますか？うんグリップ感がすごい。ああ、そうですか。これはラリーで得た技術が生かされた四輪駆動システムによるもの。走行状態に応じて四輪のトルク配分が制御されている。僕助手席で乗っててちょっとゴツゴツするのかなと思ったけど、全然それはあんまり感じなくて、逆にコーナーがしっかり曲がりやすい、回転を上げてなんかぶん回したくなる。ぶん回したくなるなんかね、いやーこれ本当ダートとか、雪山とか、ドリフトしながらとかね、滑らせながらの楽しみとかもやってみたいな。価格がね、もうちょい安ければな。嬉しいですね。そこはね、確かに高い走行性能を考えるとおよそ400万円は決して高くはないのでは。ユーザーが狭いの分かってるんじゃないですか。だって確実にそこに向けて作るってすごくないですか？こういう車があるから今まで車のドライビングにあまり興味がなかった人でも、このステアリングを握ることによって車好きがより増えていく可能性は十分に考えられるかな。ラリーを見据えて開発された GR ヤリス、その実力は想像を超えていた。続いて RS。RZ とは異なり標準のヤリスと同じエンジンを搭載。そのためおよそ150馬力低くなっているが、車重が150キロ軽く、足回りは専用チューニング。価格は265万円。やっぱパワーが、まあ、さっきに比べたらもうガクッと落ちちゃってるんで、そこはもう仕方ねえなと感じますけど、コーナリングはスッと曲がってくれるって印象ですけどね、軽快に。でやっぱ車重は本当に軽いというか、本当に乗りやすいなと思って。260万円でやっぱこの完成されたこの車に乗れるっていうのはやっぱり面白いな、いいですよね。そうですよね。続いてはフルモデルチェンジした日産ノート e パワー、そしてホンダフィット eHEV クロスターをインプレッション。話題のコンパクトカー2台にロックオン。こちら2台ですけど、もうメーカー自慢のコンパクトカーですから、これ同時にね見れるのは非常にありがたいですね。あとこれまきちゃん、ちなみにお値段の方は？ノートがおよそ219万円、そしてフィットがおよそ248万円となるほど。なっています。まあオプションがついたらね、それぞれ変わりますけど。モデルチェンジしたじゃないですか。でまあ先代のノートはもともとその e パワーがない中でノートっていう車があって、そこに後から e パワーをつけましたけど、今回もう e パワーがあってのフルモデルチェンジなので、やっぱりこれ専用の車がようやくできたなという、あんだけバカ売れした車が。2016年にデビューした先代のノート e パワーは
発売3ヶ月で4万台以上を売り上げ大ヒット。新型も大ヒットするのか注目されている。走りもね、そこは楽しみだなって。そうですよね、絶対良くなってますもんね。お尻、はい、なんかこうちょっとワイルドな作りになってるなと思って、リアのデザインはロゴマークがなくなり、日産の文字だけになった。あとここもなんかいい感じなんですけど、ね、何ですかねこれ。何ですかね。このいい感じの。そうだからやっぱね、この手のやっぱり車とかは燃費とかやっぱそういうところ重要だから、空力もねやっぱ考えられてますよね。じゃあフィット見ますか。はい。フィットはまたこれちょっともうホイールから可愛いんですけど、お花みたいな。確かに。ああそうね。このねホイールもデザインしてあっていいですよね。あとこういう樹脂のこういうところが SUV 感が出てるかなっていう。ちょっとなんかまあこのカラーリングもあんのかな。上下でこう色がツートーンに分かれてたりするのも、はいはいはい、意外と珍しいかもしれないですね。はいはいはい、ではインテリアを比べてみよう。まずはノートから。これでも、もう本当に純粋な200万円で買える車の内装じゃないっす。質感が全然違う。すごい、シンプルですけど、はい、余計なものは特にないんですけど、このナビの画面だとかがしっかり大きくて、タッチパネルなんですね。タッチパネルだし、あとは驚いたのだとシフトがもう、それすごい。本当だ。分かりやすくドライブ、バック、ニュートラルだけなので、そういう意味では運転が慣れない女性とかでも扱いやすいのかなとも思いますし、確かにシンプルになってますよね。後部座席の広さはどうなのか。広いで、まあ今までよりも、全長55ミリ短くなってて、オイルベースも20ミリ短くなってるんですよ。でもね、このシートの後ろ結構えぐってあったりしてるから、意外と圧迫感がなくて、ではフィットクロスターのインテリアはどうなのか。さあ、どうですか。なんかね、視界がめちゃめちゃ広く感じる。確かに A ピラーがね、ここが細いから、結構ここが太いと視覚が出て、ね、運転する時にちょっとストレス感じることあるんだけど、ここがちょっと細くなるだけで全然変わりますよね。フィットは A ピラーを細くすることにより広い視界を確保している。ノートと比べても圧迫感が少なく、コンパクトカーを感じさせない視界になっている。さらにフロント両サイドの三角窓も大きいため、死角が少なく安全性も向上した。中すごいシンプルですね。中はシンプル、そう、デザインとかはねシンプルだし、さね、ナビもまあいわゆる普通のサイズで。では後部座席の広さはどうなのか。どうですか、広いですか。足元全然 OK で、まあヘッドクリアランスも OK かな。あとね、でもこの辺がやっぱりちょっとボディのデザイン的にちょっとこう、なんだろうな、圧迫感感じる。ちょっとここは感じるかな。気になるラゲッジスペースの広さは。3、2、1、ドン。お。どうですか。俺がそっち見えないです。どうなの。はいはいはい。まあでもどっちも一緒だね。同じ。やや広いね。やや広いけど。ラゲッジスペースはノートの方が奥行きがあり少し広め。しかしこのクロスターのなんかあるんですか。面白いところが、よいしょ。うわ、実はよいしょ。シートがね上がるんですよ。こういう仕組み。フィットは後部座席の座面が跳ね上がり、背の高い荷物が積めるスペースができる。
とても便利に使えそうなノートとフィット。気になる燃費は？ノートがリッター 28.4 キロでフィットが24キロとなっています。いやー走りますね。ねえ。行きますか、じゃあ早速走りに。はい、行きましょう。いってらっしゃい。まずは新型ノート e パワーを走行インプレッション。1.2 リッターエンジンは発電のためだけに使い、モーターのみで前輪を駆動する。コーナリングもすごい安定して、なんかこう曲がってく助手席に座ってると印象なんですけど、なんかねすごいなんだろう、しっかりしてるボディが、今までのコンパクトカーよりも、なんかもうグレードが一つ上っていう感じで、なんかセダンに乗ってる感じで、コンパクトカーに乗ってるっていう感じがあんまりないな。そうですよね。サスペンションもなんかすごい高い感じがする、高価な感じがする。その路面の追従性とか、なんか今までのコンパクトカーだとそこは求めなかったところを、なんかすごいこう、それがやっぱちょっとセダンに乗ってるような感じなのかな。続いて街乗りを中尾がインプレッション。これがオートホールドだから信号待ちとかでブレーキから足を離せるという、そうですね。これもね結構助かる機能ですよ。そうね、意外とねこうブレーキ踏んで待ってないといけなかったりするから。オートホールドを使うと信号待ちなどでブレーキから足を離しても停止状態を維持する。これは助かりますね。これで踏んだらスタートすると、ああこれは便利です。便利便利。全然こういう細い道でもなんか小回りが利くんでね。そうやっぱね、街中で走る時ってやっぱりそこがね、非常に重要で、その辺の取り回しのね良さとか、すごく楽ですよ。上りが続くワインディングロードではノートはどんな走りを見せるのか。ああこれ思ったより走るな、ね、もうちょっと正直しんどいかなと思ったんですけど、でコーナリングも非常に安定してるんで曲がりやすいですし。そうだからこのねモーターの感じもねすごいいいですよね。いややっぱねこの日産の e パワーすごい進化してますよね。バカ売れの予感しますよねこれ。いやこのね e パワーのこの進化と、このねこれバカ売れするんじゃない？またしますよね。中尾も確信、新型もバカ売れの予感。続いてインプレッションするのはホンダフィットクロスター。フィットのために新開発された eHEV は低速時はエンジンで発電しモーターで走る。しかしパワーを使う時には 1.5 リッターのエンジンで走るハイブリッド。果たしてフィットクロスターの走りは？さらに発売前の新型スバル BRZ が GT マシンとなり、ついにサーキットに登場。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。上りでも決して遅いなっていう感覚はないですけど、単純にノートの方がなんかその軽快さでいうとあったから、そこと比較するとまあもうちょっとあってもいいかなとは思いますけど、ただこれ単体で考えたら別に全然、ノートの方がもう少しちょっとトルクがある感じはしたかな。そうですね。でも背がある車じゃないですか、だけどこういったコーナーでも
そんなにロールはしないというか、そこはしっかり安定して曲がってきますし、マイルドな感じで、車が曲がってってくれる。街乗りではどうなのか。今はもう交差点曲がったりしましたけど、そういった時に視界が広くていいですね。歩行者とか、自転車とかそういったものにすごく気づきやすいというか、視覚が減ることによってね、やっぱりその辺の運転のしやすさとか、安全面においてはすごく助かりますし、それがね長い運転になればなるほど疲労度も変わってくるでしょうし、フィットの 4WD モデルは通常は前輪駆動。しかし滑りやすい路面やコーナーで4輪駆動になる。こういった交差点曲がる時とか、そういうシーンによって4駆になるんですよね。通常は前輪駆動なんですけど、コーナリングする時にプロペラシャフトをついて4輪駆動になるっていうね、このシステム面白いですよね。すごいな。なんかもちろん乗ってて今4駆になったとかは感じないですけど、今ぐらいのただそうすることによって安定感がやっぱ出るでしょうし、コーナリング性能が上がって曲がりやすくなったりとか。やっぱあと SUV だからね、この悪路走る時とかもそういうところが役立つんでしょうね。フィットクロスターはシーンに応じて快適な走りをサポートしてくれそうだ。ノートは思った以上にパワーもあるし、走りがしっかりしてて、こっちは走っててシーンによって4駆に切り替わるっていうのは、そこはやっぱ素晴らしいなとも思いますし、コンパクトカーでやっぱりこういう技術が盛り込んでるっていうのはやっぱりね、お得感があるというか。実は今月ノート e パワーの新型4駆モデルも発表されるんですよ。それと比較したかったですよね。それ乗りたかったな。また来週とか来るじゃん。そうしたら来れたらいいですよね。いやでもそれも楽しみですね。確かに。ニューマシンスバル BRZ がついにベールを脱いだ。触れる。山内秀樹おなじみのコンビが継続することが明らかとなった。また富士スピードウェイで新型の BRZ-GT300 をシェイクダウン。ベース車両のフルモデルチェンジに伴い空力性能が大きく向上したようだ。新型車になり期待もとても大きいです。今年こそはシリーズチャンピオンを目指して頑張りたいと思います。コロナの方が落ち着いてファンの皆さんとまたサーキット、またイベント等で会えることを楽しみにして一生懸命頑張っていきたいと思います。この後開幕直前合同テストにロックオン。開幕目前。次回は岡山国際サーキットで開幕戦へ向けて行われた合同テストを総力取材。ついに新たなシーズンが動き出します。スーパー GT2021 年シーズンの開幕戦は4月10日予選、11日決勝、岡山国際サーキットを予定しています。 You are 92.1 チーム